Mr. Japanese Channel。参考書がバタンと閉じる。待って、今の単語、昨日覚えたはずなのに。どの単語？なんだっけ。図書館図書館だね。そうだった。でも昨日フラッシュカード30回見たのに。30回？うん。完璧に覚えたと思ったのに、今朝起きたら消えてる。消えた？頭の中から跡形もなく。それは消えたんじゃない。どこかに隠れてるだけ。隠れてる？私の記憶がかくれんぼをしてるの？ある意味ね。でも、これが今日のトピックにつながるんだ。なぜ学んだことをすぐ忘れるのか？なぜなの？それには理由がある。そして解決策も。Mr. Japanese チャンネルへようこそ。私はみつきです。そして私はケンゾです。いつも聞いてくれてありがとうございます。さて、今日の本題に入る前に、みんなに質問があるんだ。新しい単語を覚えるとき、あなたは A タイプ？それとも B タイプ？ A タイプは一度にたくさん覚えようとする人。B タイプは少しずつ何度も復習する人。コメントで A か B だけでいいから教えてね。ちなみに私は昔完全に A タイプだった。昔。今は違うの？今は B タイプに変わった。なぜなら、ある発見をしたから。発見？記憶の仕組みについて。どんな発見？日本語を本当にマスターしたいなら、量じゃなくて質なんだ。よく聞くけど、具体的には？今日7つのステップを通じてこれを探求する。7つ？最初のステップは、記憶の本当の正体を理解すること。記憶の正体？最後には、フラッシュカードとの関係が完全に変わるかもしれない。それは知りたい。まず基本から。記憶って本当は何だと思う？脳に情報を保存すること？それが一般的な考え方。でも実は違うんだ。違う？どういうこと？記憶は森の中に道を作るみたいなものなんだ。森の中に道？新しい単語に出会ったとき、草をかき分けて細い道ができる。なるほど。初めて通る道みたいな。でも、その道をもう一度通らなかったら？また草が生えてきて、道がわからなくなる。まさに。だから復習が大事なんだ。何度も同じ道を通れば、しっかりした道路になる？そう、車も通れるような舗装された道路。それが覚えたという状態なんだ。わあ、その比喩、すごくわかりやすい。じゃあ具体的な状況で見てみよう。東京の小さなカフェ、午後2時。想像してみて。カフェに座ってる。新しい単語帳を開いた。何ページ目？1ページ目。50個の単語が並んでる。見たことある光景。最初の単語は、興味。興味。興味。覚えた。次。2番目は、経験。経験。経験。OK。次。そうやって1時間で50個全部見た。すごい達成感。でも次の日、テストしてみる。興味は何だっけ？興味？いや、今日か？これが問題なんだ。何が問題？見るのと歩くのは違う？全く違う。記憶は体験。ただの情報じゃない。じゃあ、どうすればいい？それが次のステップ。でもその前に分析しよう。何を分析するの？なぜ学んだと感じるのに覚えてないのか。それ、
まさにそれが知りたい。認識と記憶は違うんだ。認識と記憶？単語を見て、ああ知ってると思う。それは認識。うん。でも何も見ないで思い出せる。それが記憶。だから私は認識してただけ？そう、認識の罠に落ちてた。うろ。日本語学習者の 90% が陥る罠。見たことあるを覚えたと勘違いする。確かに、見たことあるから大丈夫だと思ってた。文化的な理由もあるんだ。文化的？記憶に？日本の教育は繰り返しを重視する。繰り返し。石の上にも3年ということわざがある。聞いたことある。冷たい石でも3年座れば暖かくなる？まさに、一度や二度じゃない。何度も何度も。だから日本人はこんなに忍耐強いんだ。忍耐じゃなくて、信頼なんだ。プロセスへの信頼。クイック、質問。新しい単語に出会ったとき、何回復習すれば覚えられると思う？みんなに考える時間をあげよう。 3回 ?5 回それとも10回？答えは、人によって違う。でも、平均は7回。 7回覚えておこう。ただし、正しい方法でね。正しい方法？それが次のシナリオで見えてくる。また同じカフェ。でも今回は違うアプローチ。何が違うの？単語は5個だけ。50個じゃなくて。たった5個？一つ目。興味。書く。声に出す。例文を作る。私は日本文化に興味があります。いいね。目を閉じて。もう一度言ってみて。私は日本文化に興味があります。できた。それから5分休憩。コーヒーを飲む。休憩？勉強中に？休憩も勉強の一部。脳が整理する時間。へえ、知らなかった。5分後、もう一度テスト。興味は興味。完璧。じゃあ、2つ目の単語へ。この方法、すごく遅く感じる。遅い？本当に？だって5個だけでしょ？でも、この5個は忘れない。前の50個は？ほとんど忘れた。だから、早いように見えて遅い。遅いように見えて早い。それは深いね。よくある間違いを見てみよう。どんな間違い？一つ目。一度にたくさん覚えようとすること。ゆうぞいです。脳はコンピューターじゃない。一度に処理できる量には限界がある。限界？どのくらい？研究によると、一度に5から7個が理想。そんなに少ない？少なくない。確実なんだ。二つ目の間違いは？復習のタイミングを間違えること。タイミング？今日50個覚えて、次の復習は来週。それダメなの？遅すぎる。道がもう草だらけ。じゃあ、いつ復習すればいい？ 24時間以内。それから3日後。それから1週間後。具体的。覚えやすい。3つ目の間違い。受動的に復習すること。修道的。ただ見るだけ。書かない。話さない。使わない。じゃあ、能動的に復習するには？それが今週のチャレンジ。チャレンジ？教えて。明日から新しい単語を5個だけ選ぶ。 5個だけ？それぞれの単語で3つのことをする。 3つ？ 1つ目。書く。手で。3回。手で書くのが大事？脳と手の連動。記憶が深くなる。 2つ目は？声に出す。大きく。はっきり。恥ずかしい。一人の時でいいよ。音が記憶を強化する。 3つ目は？自分の例文を作る。
本当の自分について。自分について。教科書の例文じゃなくて、なぜ自分について。感情が関わると、記憶は10倍強くなる。10倍？個人的なストーリーは忘れない。それは理にかなってる。7日間続ける。24時間後、3日後、7日後に復習。できそう。コメントで A か B と一緒にチャレンジの結果も教えてね。B5 個完璧に覚えたみたいな。まさにそれを聞きたい。実はね、本当のことを話してもいい？もちろん。何？私も昔、同じ問題で苦しんでた。ケンゾさんも？大学1年生の時、英語を勉強してた。英語？トーフル試験の準備、単語帳3冊買った。3冊？すごい。全部で3000単語。毎日100個ずつ覚えようとした。100個？朝6時に起きて、夜12時まで、フラッシュカード、アプリ、全部使った。それで2週間続けた。すごく疲れた。でも、やってる感があった。テストも結果は？惨敗。覚えてたのは50個くらい。3000個のうち50個？その夜、図書館で一人で座って、泣きそうだった。つなかったね。なぜこんなに努力してるのに、何も残らないんだろうって。それでどうしたの？次の日、全部変えた。何を？目標を100個から5個に減らした。5個？それだけ？でも、その5個を完璧にマスターすることにした。どうやって？朝5個を選ぶ。ノートに書く。例文を作る。声に出す。それから？昼休み、もう一度テスト。夜寝る前、また復習。毎日。毎日。1ヶ月で150個。でも、この150個は、今でも覚えてる。今でも5年経った今でも。なぜなら、本当に学んだから。それが本当の教訓だね。量じゃなくて質。速さじゃなくて深さ。完璧を目指すんじゃなくて。本物を目指す。わあ、これで日本語マスターできそう。ほぼね。でも、旅行するときは？旅行？違う環境。違うリズム。いつものルーティンが崩れる。考えてなかった。旅行中の復習方法。次回のエピソードで。待って。次回ね。楽しみに待ってて。ずるい。さて、今日のベストフレーズ3選。覚えておいてほしい。3つ。1つ目は、認識の罠。見たことあるを覚えたと勘違いすること。これ本当に大事。2つ目は、石の上にも3年。何度も繰り返すことの大切さ。日本文化の革新だね。そして3つ目は、感情が記憶を10倍強くする。自分のストーリーで覚える。この3つ、ぜひ使ってみてね。今日の完全なスクリプトはブログで読めるよ。ベストフレーズ3選も漢字付きで載ってる。復習したい方はブログをチェックしてね。リンクは説明欄に。さて、最後にもう一度聞くね。新しい単語を覚えるとき、あなたは A タイプ？それとも B タイプ？ A タイプは一度にたくさん。B タイプは少しずつ何度も。コメントで A か B だけでいいから教えて。そして今週のチャレンジをやったら結果も教えてね。B5 個覚えたみたいな感じで。皆さんのコメント本当に楽しみにしてる。次回も参加したいならMr. Japanese チャンネルを購読してね。言語を学ぶって
単語を暗記することじゃない。新しい考え方を手に入れること。小さな一歩を信じること。そしてそれがすべてを変える。一緒にいてくれてありがとう。次回まで学び続けて成長し続けて。みんな気をつけてね。またね。